はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも本当にご視聴ありがとうございます。今回は12月後半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。あっという間に年末ですね。今度12月の20日に、YouTube ライブを夜の8時からやる予定にしています。これは来年の運勢をですね、簡単にお伝え、ちょっと頑張ってほしい時期がいくつかあるので、それをお伝えするのと、そして、カペラノートの説明をさせていただきます。製法版はもうありがたいことに完売させていただいたんですが、PDF 版はいつでもありますので、ぜひ来年の運勢ね、じっくり知りたい方はPDF ご覧になってください。概要欄から詳細ご覧いただけると嬉しいです。はい、では行きましょう。後半です。12月後半。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。まずペンタクスの3ですね。そしてワンド7逆、デビル逆、節制逆、カップ5の逆、ペンタクスエース、死神逆。気をつけること対策がペンタクス9の逆とワンド9の逆とオラクルがはい、女教皇の逆ですね。頑張れみたいな、いい感じですよ。めっちゃいい感じだからこそ、なんか最後の一押しを押してあげたいみたいな感じの今気持ちになっての頑張ってでした。決して大変だから頑張ってっていう意味ではないです。はい、ですね、まず12月の15日が満月になります。で、この満月は双子座で起きる満月なんですけど、魚座の皆さんにとってはすごく内側から盛り上がってくる感覚が強いかと思います。今どんなことを感じてるかなっていうのは、人それぞれ全然違うと思うんですけど、ただ共通して何か自分の居場所とか自分がこれから根を生やしていきたいところとか、本当に具体的に家の中とかどこで過ごすとか何をするかとかっていう、その自分が落ち着ける場所っていうものが非常にクローズアップしてるわけですよね。今年も来年もなんですけど、でそれに対して非常にこの満月っていうのは大きくなります。その思いっていうものを大胆に広げようっていう感じがあるので、とてもなんかよし思い切ってこうしようみたいな、何か内側から湧いてくる思いがすごくあるかなと思うんです。でも同時に満月っていうのはちょっと緊張するようなエネルギーでもあるので、よしこうしよう、これがいいって分かった、そうしよう、だけど怖いみたいな、ちょっと相反するエネルギーも感じる方もいらっしゃるかもしれません。そういった期待とかね、何か夢とかそういったものがぐわっと広がるっていう分にはいいんですけれども、もし不安とか恐れっていうものが広がっているとしたら、そっちの方にエネルギーを注いでいるとしたら、今そっちが自分の中では広がっちゃってたんだなと思って自分で客観的に捉えるようにしてください。どちらがいいとか悪いとかではないんですが、そういうふうに何か自分の内側にあるねエネルギーがすごく膨張しやすいっていうのが15日です。なんかそれがすごく出てるなと思ったんですよね。オラクルも結局女教皇の2の逆で、これはやっぱり自分の中でものすごくちゃんとメッセージも受け取ってるし、こうすればいいっていうのも分かっているんだけど、もちろん分かってるんだけど、何か感情が動くとか、やっぱり違う可能性も見たくなるとかっていう形で少しねやっぱり揺れやすいんですよね。そして今現状のところも節制の逆位置っていうのがあって、これもまさに自分の理想の生き方とか、今の現状の自分と本当に自分が理想として生きる道っていうものの架け橋がやっと橋がかかったねっていう時なんですけど、それに対して大丈夫かなみたいな、なんとかその理想っていうものを自分が保ってる状態なんですけど、安定をしてるわけではないっていう逆位置でねっていうふうに出ているので、ものすごくいい感じなんですけど、それがまた何かの瞬間に急に不安になったりとかして、やっぱりやめようとかっていうふうになりやすいなっていうふうに思ったんです。そして12月の16日がここからやっとね彗星が順行に戻ります。でこの順行っていうのは魚座の皆さんにとっては結構お仕事とか社会に対して自分が何をするかっていうところでいろいろ混乱しやすかったり、思い返してみたりとかっていうことでいろいろ考えさせられただろうなと思うので、それも含めてこの15日の満月っていうのが、ね、可能性広がってるんだけど、でもないこうでもないってことを感じやすいなと思ったんです。でもそのピークを過ぎれば16日から非常になんていうかな、自分が決めた方向に物事が進んでいきやすくなります。これは特にね仕事運として
こうしたい、仕事をこうしていきたいって思ってる方にとってはその通りに行くよみたいな感じですし、自分の世界や自分の社会を生きていくっていうそのことを考えることによって、なんだかこう自分自身のバランスが取れるみたいな感じがありますね。中には別に仕事とかどうでもいいんだみたいな、なんか愛する人と暮らしたいんだみたいな思う方もいらっしゃると思うんですけど、あえて自分の役割とか自分の仕事っていうものを考えてみることによって自分が整い、そしてまた最愛の人とも出会いやすくなるとかいう形でうまくなんか巡り巡って整うので、なんかこう仕事のこととか社会とかそういう自分にとっての環境っていうものを考えるのもいいなっていう時ですね、この12月。前半は特にいいんですけど、21日までも非常にいいです。16日から21日までの時っていうのが一番そういうこう計画を立てたりとか、これから仕事どうしていこうかとか、どんな仕事しようかとか、そういうのを考えるのもいい時だと思いますね。そして21日以降っていうのがこう一人じゃなく仲間と一緒にやろうかなとか、ちょっと誰かと協力してみようかなとか、こう理想、今まで足を踏み込めなかったところに踏み込んでみようかな、なんかコミュニティ入ってみようかなとかね、そういうのも非常に良くなってきます。で31日が新月なんですけど、大晦日の日が新月なんですけど、この新月非常に控えめで、密かに来年の目標を自分の心の中で温めるみたいな感じだと思うんですね。でカードで見た時に確か前回ももうなんか新しいことが始まるんだみたいな感じすごいあったんですけど、今回もまたそれが出ています。やはり少し前にレベルの逆位置っていうことで、やはり自分が何か手放したことがある、もう、ある意味諦めたとか執着していたものを手放すとか、自分のコンプレックスを手放すっていうのもありますし、手放すことによって楽になっているはずなんですけれども、同時にやっぱり少し慣れてないから、それに対するアンバランスな感覚っていうのもご自身の中にあるんだろうなと思いますね。だからこそこの少し特に満月15日の満月あたりっていうのはかなこうかなとは思うけど、必ずこれは落ち着いてきます。時間とともに行ったり来たりしながら、そういうもんだと思ってください。人ってこう決めたからってそのままストレートに行くかってやっぱり行ったり来たり戻ったりしながらでも進んでいくっていうものなので、そしてそこで決めたことっていうのを迷いながら進んでいたとしても、もうこれ以上精神的ダメージはないですよって感じで言われてるんですね。また嫌なことがあったら嫌だなとか、いやもしこうなったら嫌だしなって思うかもしれないけど、ないですみたいな、そこまでのことはないんですよって言われてるんです。だからそれは安心ですよね。そしてさらにその中からこのペンタクスのエースっていうことでね、本当に大事なものを自分が手にしていけるんだよって、ここから育てていけるものを手にしていけるよというふうに言われています。そしてさらにはリバースということで、生まれ変わりというかもう再生ですよね。やり直しとかそういう復活とかいう形で新しく自分自身が生まれ変わって、一度死んで生まれ変わって新たな自分になってやっていくよねということで、とてもやはりこう新しいとかニューとか、この昔こだわっていたものをこう自分が話すことによって生まれる可能性というものが非常に際立って出ています。で対策のところにもペンタクスの9にワンドの9っていうのは、9っていう数字ってもうすぐマックスなんですよね。そのマックスの前っていうことで、なんかご自身の中ではもうどうなんだろうああなんだろうって行ったり来たり感情もね行動もしたりするけど、でもマックスに向かっててもうちょっとで超えますよねみたいな感じがあります。もうちょっとで超える。これはね、年明けとともにっていうのもあるかもしれないし、やっぱりもうね来年になったら土星もね一瞬ですけどもお羊座に入ったりとかもしますし、一瞬というか数ヶ月だけ入ったりもしますし、また来年の誕生日のあたりでも結構エネルギー動くんですけど、そういう意味で少しずつ自分の人生っていうのは新しくなっているし、それが新しくなっているしってなんかね本当にベタな言い方で申し訳ないんですけど、何か新しい価値っていうものを自分が見つけて、それをちゃんと肥やしていってる、世界が広がっていってるよって感じなんです。ちゃんと根が生えてきてるよって感じなんですよね、このカードにも出ているように。でそれが今の宇宙から与えられているメッセージなんですよね。木星の広がるよっていうところも、自分がどこに根を生やすのかちゃんと自分で選べるし、そう今から育てていけるんだよっていう感じで言われてるんですね。なのでご自身にとってはもっと知識を得ないととか、もっと何かを外側から得なければならないって思ってるかもしれないけど、なんかもう十分ですけどねっていう感じもします。別に好きで情報を得るとかもっと学ぶとかそういうのは全然していただいてもいいんですけれども、一番大事なのは自分がこだわっていたものっていうとか、もしくは
怖かったものっていうものをこう削いでいく、置いていくっていうことによって生まれてくる新しいエネルギーがあるので、何かを手放すっていうこととか、何を手放してきたんだろうかっていうことを感じてみるといいかもしれませんね。でそれ人それぞれだと思うんですよ。物質的な何かっていうものもあるかもしれないし、想念としての何かっていうのもあるかもしれないですよね。なんか老いていくことへの恐怖とか、そういうのも恐怖を感じている方も多いと思うんですけど、いや本当にこの老いていくってことは素晴らしいことなんだっていうふうに思えるようになるとか、何かこう発想が逆転するみたいな感じがあります。なんかそれが実は起きたんじゃないかなって感じです。ここまでの流れの中で。だからこそできたこのスペースに何か新しいものが入ってくる、それがまるで生まれ変わりのようにここから育っていくんだっていう感じがしました。はい、その上でお仕事のこと見させてください。仕事はね、仕事もある時ですからね。魚座さんの仕事、休みたいのかなレストっていうカードが出てますけどね、ありますよね。仕事運があったとしても、いや休みたいんですっていう時ももちろんあります。ちょっといっぱい出たからもう一回しよう。ワンドの2とアクションということで、ソードのナイトですね。休むか動くか、どっちにしようみたいな感じで、どっちかにエネルギーが傾きますね。なんかやるならもうめちゃくちゃやらなきゃいけないし、でもそこまでの気力がとか、そこまでの覚悟がもうちょっと休みたいみたいな感じかもしれませんね。なのですごく道が2つに分かれてます。オラクルで言われてるのもね、やっぱり女教皇の2で、どっち白か黒かみたいな、0か100かみたいな感じもありますから、何かそういう自分をかきたてるもの、やるならやらなきゃいけないけどそこまでの覚悟ができないみたいな、そんな感じかもしれませんね。ただね、絶対にそうしなければならないというわけではないので、あくまでも今社会運がある時なのであれば、こんな可能性もあるなみたいな感じで優しく受け止めておいてください。まだ選択肢も決して1つか2つだけではないので、ここから生まれてくるね、何か育てていく環境の中で生まれてくる仕事の案っていうのはカップの7が出てるので、まだいくつもありますよと。その中から一番この時期に適したものを選んでいけばいいだけですからって感じで言われてます。ちょっと人間関係も見させてください。人間関係でもまたソードの4出ましたね。そしてマジシャン、ワンド3ということで、人間関係でも一つの関係においてはもしかしたらここで休止符を打つとか、ちょっと止めておくみたいな、ちょっと保留にしとくって感じがあるかもしれませんね。でだからこそやはり自分自身の人生や自分自身の未来っていうものを考えて新しくしていこうっていう感じなんだと思います。マジシャンとかワンドの3が出ているのでね、とてもこれはなんか感情だけでつながるっていうわけではなく、自分の生き方そのものに沿うような関係性をここから作っていきたいっていう感じだと思うんですよ。お互いが関わることによって感化されて燃えていくような、何かやる気になっていくような関係性っていうものを求めているし、そういう可能性は確かに出てくる可能性はあるっていう感じがしますね。ちょっと恋愛に関してはまた別動画で見ますね。なので疲れたなって感じる方にとってはちょっと保留でいいんじゃないでしょうか。ただこの人と一緒にいるとなぜかいつも元気もらえるなとか、なんかやる気になるなと思う方とは積極的に関わって自分のバランスをとっていかれたらいいかなと思いました。はい、ちょっとそれを踏まえた上でね、最後にオラクルカードを引いてみます。野田さん、はい、このカードを見て何か感じることがあれば皆さんもメッセージ、自分の直感を使って受け取ってみてください。なんか自己需要みたいな感じで言われてますね。私が思うには、いや魚座さん十分許されてますよって感じがしました、このカードを見て。
十分許されている。ご自身の中で本当にあれこれあれこれとものすごくこう思考の中で理由や納得いくものを探している、正解を探しているって感じがするんですけど、どちらにしてもここまでやってきた自分自身を受け入れてくださいみたいなね、どんな状況であったとしてもそれによってなんか癒されてるというか、こうすごく許されてるんだなって感じがしました。そんな感じかな。ここまでにしておきます。もし何かしら良かったよとか分かりました、伝わりましたという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ではまたすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。